今回の動画では2025年7月に着用している夏服を紹介していきます。今39歳で身長が166センチ、体重が今58から9ぐらいあります。まずはちょっと数を数えていこうかなと思うんですけど、まず服に関しては今ここに置いてある5着です。白 T シャツが2枚とボトムが1着、あとは長袖のシアートップスが1枚あってノースリーブのワンピースが1着で、この12345着、今この5着で夏は生活をしています。他のアイテムも数をちょっとまず紹介していこうと思うんですけど、靴が3足です。12と3足ですね。あとバッグに関してバッグは3つあります。これ1、2、これで3ですね。ではまず一番使用頻度の高いこの上下の服から紹介していきたいと思います。まずは T シャツですね。ヘインズのジャパンフィット、5.3 オンス M サイズを着用しています。これはもう以前から何度も説明をしているので説明不要かもしれませんが、とにかく着心地がよく、洗濯機乾燥機かけても全くこの襟がよれたりしないところとか、あとこれ今乾燥機かけてすぐ取り出した状態なんですけど、シワにもなりにくいんですよね。あとはコスパですね。確か2着で2500円か2900円ぐらいで購入できるのかなと思います。人によってはもしかしたら透け感が気になってくる方もいるのかなと思います。本当は一年中オールブラックを着たいんですけど、さすがにちょっとこの暑さで黒い T シャツを着るのはしんどいなということで、夏だけは白 T シャツに変わりますね。でもちょっと年齢を重ねてきて若干似合わなくなってきてる感もあるかもしれないので、そのうち着なくなるかもしれないですね。でも本当商品としてはすごく気に入っています。2着をワンシーズン着回すんですけども、やっぱ秋ぐらいになると結構なんかこの辺が変色してきたりとか劣化してきたりとかするので、ワンシーズン使い切りですね。でまた来シーズン新しいものを買うようにしています。で次はじゃあボトム紹介していきます。これはリムアークというブランドで購入しました。前はユニクロのタックワイドパンツを履いてたんですけれども、たまたま見かけてすごい可愛いなと思ってお店に行って試着したら、もうちょっとあまりにも着心地が良いのと可愛いので買って1着で着回しております。洗濯してハンガーにかけておけば翌朝にはもう乾いているので1着でも全然足りてます。ここにタックが入っていて、ここから下に向かうにつれてちょっと膨らんで足元がちょっとこう狭くなっている形ですね。私結構お腹が本当に大きくなっちゃったんですけど、これ36サイズだったと思うんですけど、かなり余裕があります。結構ゆったりしていました。ちょっと惜しいなと思うのが、ここのボタンがあってチャックがあるんですけど、チャックとボタンの隙間がちょっと空いてるんですよね。だからいつもちょっとギョッとしちゃいますね。素材的には洋流っていうのかな、こういうちょっと縦に線が入ったような素材感になっています。 T シャツの長さはだいたいこのくらいあるんですね。出すとこれを、このようにインしてでちょっとここたるませて着るようにしています。はい、で以前の動画でも話してるんですけれども、私骨格ウェーブなんですね。ちょっと肩幅が狭いんですね。その割に腰が大きいということで、腰を小さく肩幅を大きく見せるために襟が詰まったものを着るようにしています。そうすると割と全身でこことここのラインが揃ってバランスよく見えるという感じです。では次はこちらトップス紹介していきます。ZOZO タウンで購入しましたシアートップスです。夏なんだけどこのシアートップスがちょっと冷感というか、着てると涼しく感じるんですね。で室内にいると冷房も強いので割と夏でもちょうどいいなということで、これも時々着ています。今日はほとんど室内にいるなとかいう日はこれを選ぶことも多いです。逆にこれ6月とか5月だと少し寒いんですよね。だから夏がちょうどいいので今これも時々着ているという感じです。素材感はこのような感じになっています。黒とベージュの2色でマーブルのような模様が作られています。結構透け感は強い方かもしれませんね。でパッと見ちょっと派手かなって思ったんですけど、着てみると意外とそうでもないというか可愛いんですよね。はい、着用してみました。ちょっと長さがこのぐらいあるので、これはもう必ずインして着ています。現実で鏡で見るよりも動画で見た方がすごく派手に見えますね。シルエットは結構コンパクトですね。
もう二の腕もちょっとギリギリですね。でこれ模様はランダムなんですよね。個体差があるんですけど、私下着はですねユニクロのエアリズムキャミソールを使ってて、見えても大丈夫なやつを選んでるんだけど、やっぱりちょっとさすがに透けるとまずいなって思ってたんですけど、たまたま黒いところがこの肩紐のあたりに来てくれているっていうので、こっちもこれがベージュのところに当たるとちょっとまずかったかもしれないですけど、たまたま紐のところに黒い柄が来たので、割と肩紐も目立たないのかなと思っています。はい、次ワンピース紹介していきます。これは2024年去年購入したカプリシュレマージュというブランドのワンピースです。去年久しぶりにノースリーブのワンピースを買いました。ただ今年はまだ1回も着ていません。確かこれ丈の長さがなんか種類があって、丈が長いものを選んだ気がします。足首ぐらいまで隠れますね。ここにですねスリットが入っています。ストレートのワンピースだとこう足が股が開かなかったりとかするんだけど、これは前にこうやってタックみたいなプリーツみたいなのが入ってるのと、後ろにもスリットがあるので楽に着られますね。夏だったら夜洗濯して朝には乾くかなという感じです。はい、着用してみました。長さ的にはこんな感じで割と足首までの長さになってます。で今下に着てるのはエアリズムのキャミソール、下着なんですけどそのまま着ています。脇はこのくらい深さがあるので、多分ここの深さがあるせいで腕の太さが若干他の服よりも目立たないのかなと、とはいえ太いですけどね。はい、では次小物を紹介していきます。まずはこちらの帽子からいきます。今私白髪をですね伸ばしていてですね、今5センチぐらい伸びてるかな。でこれいずれは染めようと思ってるんだけど、ちょっと仕上がりがまだなので、それを隠すため、あとは普通に紫外線対策っていうのも込みで今この帽子をかぶっています。こんな感じですね。これも ZOZO タウンでたまたま見つけて購入して、かなり今気に入っておりまして、外に出るときは必ずこれをかぶって出ています。オリエントミリナリーというブランドですね。もう割と完売していることが多いです。この帽子については購入品紹介の動画があるので、そちらを詳しく見ていただけたらと思います。でこれが染めてるからだと思うんだけど洗えないんですよね。先日ちょっとクリーニング屋さんに行って相談してドライクリーニングをかけてきました。ちょっとだけ色落ちするけどそんなに大きな劣化はなかったのでご紹介しておきます。自己責任でお願いいたします。あとはさっきからつけているアクセサリーを先に紹介しますね。今ピアスとネックレスをつけています。これも以前紹介したんですけど、ピアスはミミ33というところのピアスを使っています。私金属アレルギーなんですけど、ここのピアスはステンレス IP っていう素材を使っていて、金属アレルギーが起きにくいですね。はい、これ同じものを両方つけています。あとはネックレスですね。これも同じミミ33で購入したものなんですけれども、短すぎると服に入っちゃったりとか、軽さがあると曲がってしまったりとかするんですけど、これは適度な重さがあって長さも服としっかり重なるぐらいあるので、服の中に入ってしまうこともないということで、最近はピアスとネックレス両方つけて出かけることが多いですね。 T シャツの時もこれつけてます。帽子もですね。では次バッグを一つずつ紹介していこうと思います。まずは YouTube 初期から使い続けていますね。MM6 のトライアングルトートですね。軽くて一番使い勝手がいいサイズで、洗うこともできて割とカジュアルでもモードでも合わせやすい。あと冠婚葬祭にもこのまま使ってます。かなり汎用性が高いバッグなんですけれども、実はこれ今あんまり使ってなくて、一番使用頻度が高いのがこれですね。ここ絞るタイプになっているユニクロのバッグです。これ 2,3 年前に流行りましたよね。今度海外旅行に行くんですね。タイに行くんですけど、その時のために、ガシガシ使えて安くてある程度収納力があるもの何かなと思って探してた時に、ユニクロでちょうどいいなって思って過去のものをメルカリで購入して試しに使ったところ、非常に使い勝手がよく、あとパソコンも普通に入る大きさなので、そこも気に入ってるポイントですね。これも以前紹介しましたスマホショルダーバッグですね。ここにちょうどスマホが入る大きさになっていて、裏面にこうやってジッパーがついてるので、なんかお金入れてますね。ここ財布代わりにそのままなりますので、スマホとお金だけ持って出かけたいときはもうこれがちょうどいいですね。
では靴紹介していきます。サンダルとスニーカーとバレーシューズですね。まず1つ目はウーフォスサンダルですね。これは履いてる人が多いんじゃないかなと思うんですが、ブラックの24センチかな、履いてます。ここ痛くならないんですかってよく聞かれますけど、普通の B さんに比べたらもう比じゃないですね。半信半疑な人は一度履いてみたらいいのかなと思います。ちょっと足元見にくいかもしれないですけど、こんな感じです。サンダルが一番使用頻度が高いですね。はい、次はこちらバレーシューズです。メゾンマルジェラーの旅バレーシューズですね。やっぱちょっと子供と一緒にいる時はなかなか履けないんですけど、そうじゃない時は履くことも結構あります。で、これは素足で履くわけにはいかないので、あんまり売ってるところないかもしれないんですけど、こういう靴下を履いています。旅の形になってるんですけれども、ここが透けてストッキングみたいになってるんですね。白い靴下とか合わせる人もいるんですけど、ちょっと私には上品すぎるかなということで、旅用の白靴下は持ってないですね。もうこれだけですね。履いてみました。全身だと見えにくいかもしれませんけど、足首のところにラインが1個入ってて結構可愛いんですよね。このだからラインの下がストッキング状態になっているという感じです。この靴はクッション性がそんなにないため、かなり疲れやすいです。長時間歩く時とか、走りそうな時は絶対に使わない方がいいかなと思います。でも可愛いので気に入ってます。では最後コンバースですね。ベーシックなコンバースを履いています。チャック・テイラーだったりとかいろいろ履いてみたんだけど、結局一番ベーシックなやつが私は好きでこれを履いています。黒の24センチですね。最後に全身組み合わせの話をちょっとしていきたいと思います。このトップスの時はだいたいサンダルですね。帽子は必ずかぶってますね。でも紐だらけになっちゃうんですけど、やっぱこの格好もしくはトップス変えてこの格好が今は一番多いですね。靴を履き替えました。足が冷えそうだぞという時はコンバース履いていくんですけど、靴下は白ですね。白靴下です。で半袖なんですけど、やっぱ冷房が最近強いことが多いので、冷房対策としてこの無印のアームウォーマーを最近は使っています。もう隠したいのはここだけなんですよね。ここだけで別にこの辺とかはそんなに寒くないので、ここだけ隠せればいいじゃんということで、数年前からアームウォーマー使っていて、これは無印良品で今年購入したものですね。でこう指が分かれているタイプなんですけど、これはファッション的に OK というよりかは冷房対策としては便利でしょぐらいの感じで参考にしてください。長さこのぐらいあるんですけど、もうしまう時は靴下みたいにくるんってこうやってまとめてしまうとコンパクトに収納ができますので、こうやっていつも持ち運んでます。以上2025年の夏服紹介でした。最後までご覧いただきありがとうございました。